空が青いなあ。はい、おはようございます。今日はですね、5月の23日金曜日。はい、ということでね、今日はちょっとなんか曇りで少し肌寒い感じでございますが、はい。またリサイクルショップの方にやってまいりました。はい。それでね、前回、看板ですね、看板。こちら、看板をね、A3 で、27枚、印刷してきましたので、まあこういう感じでね、はい。ちょっとこれを今日はですね、切り抜いて、マスキングして、はい、塗装までいければいいですけど、ちょっといけないかもしれないので、はい、まず切り抜いてマスキングしてっていう作業をちょっとしていきたいと思います。はい、ということで、どうぞよろしくお願いいたします。人血。はい、今日のね、ピーちゃんどうなってますかね。ピーちゃん。親が来ましたね。なんかやっぱでかくなってますかね。はいはい。親がね、横切ったんで、ほら、口開けてますね。はい。来た。かわいい。はい、ということでですね、今日はね、ちょっと風が強いんでね、中の方で、看板を作っていこうと、そう考えております。もう外だとね、この紙がね、すぐぶっ飛んで出てしまいますんでね、はい、中で失礼させていただきます。はい、ということでね、A3 の紙を、等寸大、で印刷しまして、こちらで今、全部並べてみました。1番からね、2番、3番と、はい、4番、5番、6番ということで、最後ね、27番。はい。で、これが最後、このアルミ複合板のですね、はい、この最後ということで、全部アルミ複合板の中に収まってますんで、今度はね、これをちょっと切り抜いて、全部マスキングテープをして、はい、先に切り抜いて、鉛筆で線を引いて外して、そこを、マスキングテープしていきたいと思います。はい、ということでね、私は昔ですね、看板屋さんの、会社で働いたことがございましてですね、はい、まあこういう看板もね結構作ってたんですが、基本的にはですねイラストレーターで、アウトラインしたデータをですね、まず作ります。等寸大ですね。だから実際の大きさのデータを作りまして、それをですね、もうそのままデータを、プリンターに送ってですね、カッティングシートというね、フィルムですね。フィルムにですね、もうすでにこうカッティングするような機械があるんですけども、文字をカッティングする、に流します。そうするとですね、カッティングされた、フィルムが出来上がりますので、それを貼っていくと、いう形でございますので、このようなですね、手作業なことは一切いたしません。はい。ですがですね、まあ、今回はお金をかけずに作るということで、まあ、A3 の紙、を印刷しましてですね、はい、それをハサミもしくはカッターで切り抜きまして、はい、それで、まあ、カッティングシートのようなものをですね、作りまして、はい、それから、マスキングしてですね、文字の部分だけ塗装していくと
いうような方法でやっていこうと思います。はい、ということでね、これをやっているとですね、私は大学時代ですね、学園祭を何回か、経験させていただきまして、学園祭の時もですね、はい、看板作りということでね、メインで、やりますのでね、まず去年の看板を白塗り塗装してですね、はい、それから新しい、今年の、学園祭の看板を描くというようなね作業をやっておりました。懐かしいですね、ほんとね、まるで学園祭の、準備みたいな感じでね、楽しんでやっておりますがですね、はい、この当時もね、まあ変わってないような感じもしますけどもね、はい、ということで、こうやってね文字をくり抜きまして、はい、そして、切り抜き文字というやつですね、はい、を作っていきます。まあこれもね、まあ今回初めて YouTube ツラボをね見られた方はね、早送りでガンガン進んでしまいますんでね、簡単なんだろうなんて思っちゃったりなんかもするかもしれませんが、結構大変でございます。はい、根気がいる作業となりますのでね、はい、大変ですが、まあお金かけずにやるには、しょうがないということでね、これも一つの経験だと思いますんでね、はい、やっていきたいと思います。そしてね、切り抜きが終わるんですが、この A3 サイズの、コピー用紙ですね、これが、まあ、小さいからですね、まあ、バラバラになってるわけですね。それをまた一つ一つですね、留めてマスキングテープで留めておかないとバラバラになってしまいますんでね、はい、まあ、ここもね、プロの看板屋さんは、だいたい1枚の紙で印刷しますんでね、そもそも、切り抜きなんかしないか、ということで、バラバラにならないように、紙と紙をマスキングテープでくっつけながらですね、はい、くり抜いていっております。はい、それでね、まあ私昔看板屋やってた頃はですね、やはり看板っていうのはね、屋外に外にねつけるものが多いもんですから、耐光性と言われるですね、いわゆる年式が経つとですね、看板っていうのはですね、やはり劣化していってしまうんですね。はい、ですので当時はですね、やはり3M の社の、スコッチフィルムというのが、一番耐光性がありまして、やはり、中国製のね安いスコッチフィルムも入ってきましたけども、やはり全然耐光性が違うんですね。長持ちが全然違います。安いやつを使うと、ひび割れしていってしまうんですね。で、色もですね、すぐ色落ちって言って、まあ、赤がだんだん白っぽくなってしまうということで、はい、今回はねペンキでやるんですが、ペンキもですね、まあ、雨風でですね、まあ、あんまり持たない結果にはなると思うんですよね。はい、ただ、まあ、お金をかけずにということなので、なんとかね、やっていきます。はい、とりあえずね、こんな感じで、まあ鉛筆だから見えないかもしれないですけど、はい、リサイクルショップと書きました。で、ここをね、マスキングテープしていきたいと思います。はい、ではね、次、この線に沿ってですね、マスキングしていきたいと思います。はい、そしてね、いよいよね、
コピー用紙を文字くり抜きましたので、そこを鉛筆で、書きまして、そしてその部分をですね、マスキングテープで、養生していきます。はい。で、養生してね、文字上にくり抜いて、文字の中を、黒のペンキで塗っていくというような形になると思いますんで、で、この色もですね、赤とかね、青とかね、いろいろあると思うんですけれども、多分赤がですね一番目立つと思うんですよね。はい。ですが、ちょっと今回また費用ねかけないようにですね、フットラボにあった黒のペンキ、はい、こちらをね使って黒で、描いていこうかなというふうに思っております。このマスキングをね、文字の、通りに、貼っていくっていうのもですね、結構大変なもんで、最初はね、R に沿って貼ってたんですけども、だんだんめんどくさくなって、カッターでね、切るように、やり始めました。はい、ということでね、奥から、手前に、マスキングテープを貼って以上となります。はい、ということでね、本日の作業内容となります。リサイクルショップ看板のですね、はい、マスキングを全部いたしました。はい、結構時間かかりましたね。はい、ということでね、次回こちらをペンキでね黒で塗っていきたいと思います。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はですね、看板の方をA3 の紙に、イラストレーターから作ったデータをね A3 の紙に印刷して、はい、それを、切り抜いて、はい、そして看板の方にこちらじゃんじゃじゃんじゃじゃん、マスキングテープをいたしました。はい、ということでね、次回文字の方をペンキに塗って、はい、でいよいよ壁に取り付けるという形になりますので、はい、今日は以上となります。ありがとうございました。ですね、最近ちょっとメンバーシップとやらを始めさせていただきまして、使い方もよく分かってないわけでございますが、メンバーシップ限定の動画というのがございましてですね、はい、そちらを、楽しんでいただきたいということと、ちょっとこのリサイクルショップ、続ける上でですね、はい、どうしても費用がねかかりますんで、もし応援していただける方がいらっしゃいましたら、お友達以上のメンバーシップになっていただける方を募集してます。それとね、YouTube のこの下の方から、サンクスボタンというのがあるらしくて、はい、投げ銭みたいなのがね、500円とか200円とか、からですね、はい、できますので、もしよろしかったらですね、ぜひ寄付だと思ってお願いいたします。ということで本日は以上となります。ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月。